こんにちは、エモコです。今回は世界初のリフレッシュレート 165Hz に対応した遅延の少ない液晶ペンタブレット XP ペンアーティストプロ24 165Hz をレビューします。リフレッシュレートは1秒間に画面を書き換えられる回数のことで、この数字が大きい方が画面の表示がスムーズで使いやすくなるのですが、この液タブはなんと1秒間に165回の速さで画面を書き換えられて、普通の液タブよりも快適にお絵描きできるみたいなので、今回は実際にイラストを描いたり、ハイスピードカメラを使って普通の液タブと比べてどのくらい遅延が少なく描きやすくなっているのか詳しくレビューしてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。付属品は説明書、保証書、お絵描き用の手袋、クリーニングクロス、電源アダプター、ケーブル、片手デバイスにペンケースと返信が入っていました。画面サイズは 23.8 インチで液タブの中ではかなり大きいです。アンチグレアで映り込みや指紋が目立ちにくく、表面がサラッとしていて手を動かしやすいです。ベゼルが結構太くてびっくりしましたが、ここに片手デバイスを置けたり、端の方を描くときに手が外に落ちにくかったり、人間工学に基づいたお絵描きしやすいデザインになっていて、今年のレッドドットアワードも受賞しているみたいです。上側に電源ボタンと映像入力の切り替えや画面の明るさを調整するボタン、下側に滑り止めの大きなゴム足が2つと、裏側に角度調整できるスタンドもついています。スタンドが丈夫で手で押さえても全然グラグラしないし、お絵描きしないときは画面を立てて普通のモニターとしても使えたり、スタンドを取り外せば出先角のモニターアームも付けられます。スタイラスペンは普通のペンとスリムペンがついています。ペンの機能が少し違っていて、普通のペンは上側が消しゴムツールになったり、摩擦の大きなフェルト芯が使えて、スリムペンの方は横のボタンが取り外せるようになっています。普通のペンはグリップが上の方までついてて、グーで握るような持ち方でも手が痛くなりにくいです。スリムペンにはグリップがついてないけど、鉛筆のような握り心地で、どちらも使いやすいペンだと思います。ペンと返信をペンホルダーで画面の上に取り付けられるので、ペンをなくしにくいのは嬉しいです。ペンケースはペンスタンドとして使えたり、ペン先を簡単に取り外せる作りになっています。蓋が磁石で簡単に開け閉めできて、裏返しても勝手に開かないし、返信や左手デバイスのドングルもまとめて収納できて、とても使いやすいケースです。この液タブはパソコンや Android スマホにつないで使うので、最初に電源ケーブルと映像ケーブルをつなぎます。接続は USB-C ケーブル1本で簡単に接続できます。パソコンの USB-C が映像出力できないときは HDMI かディスプレイポートのケーブルもつなぎます。イヤホンジャックにスピーカーをつなげば音も出せるみたいです。ケーブルが蓋で隠せて、電源アダプターも小さくて邪魔にならないので、後ろの配線がすっきりしていい感じです。別の液タブから乗り換える人は、古いアプリを消した後に公式サイトから設定アプリをインストールします。設定アプリはペンの書き心地や片手デバイスの設定を調整できます。普通のペンとスリムペンがちゃんと別のペンとして認識されるので、ペンごとに設定を変えられるのが嬉しいです。画面の大きさは A4 用紙 2.5 枚分くらいあるので、広々快適にお絵描きできそうです。解像度が 2.5K でフル HD よりも表示が細かいので、液晶のピクセルは画面に顔を近づけるとわかるかなというくらいで、小さなボタンや文字も見やすいです。画面の発色もとても綺麗で、工場で色をちゃんと調整して認証を取得していたり、別売りのキャリブレーションツールを持っている人は、アルマンと共同開発した色構成ツールで色合わせもできるので、正確な色で作業したい人も安心して使えそうです。色構成ツールやお絵描きアプリは無料でもらえるので、気になる人は公式サイトをチェックしてみてください。それでは画面のリフレッシュレートが 165Hz になって見え方がどのくらい変わるのか、普通の 60Hz の液タブと比べてみます。画面を1秒で165回書き換えられると言われてもあまりピンとこないけど、アニメで作画枚数が60枚と165枚だったら、165枚の方がかなりスムーズに動いて見えそうなので、多分そんな感じの違いだと思います。そのままだと 165Hz で動いていないことがあるので、最初に
にディスプレイ設定で画面のリフレッシュレートを 165Hz に設定します。パソコンに HDMI で接続していると 144Hz までしか選べないので、 165Hz で使いたいときは USB-C かディスプレイポートで接続します。画面の表示がおかしいときは表示画面を拡張するにしたり、拡大縮小を 100% にすると見やすくなります。この液タブはゲーミングモニターと同じくらい高性能で、パソコンの性能が低いとちゃんと動かないので、今回はゲーミング PC につないで使ってみます。使ってみてすぐにわかる違いは、画面の残像がかなり少なくなっています。動画だと少しわかりにくいので、ハイスピードカメラでスロー撮影してみましたが、普通の液タブだとカーソルを早く動かしたり、ブラウザをスクロールした時に表示がカクカクしていたり、カーソルの輪郭がぼやけて見えますが、この液タブは画面の表示がすごくスムーズで、カーソルもあまりぼやけずに綺麗に表示されるので、普通の液タブよりも見やすい気がします。これならゲーミングモニターとしても使えそうですが、ゲームで遊ぶときはリフレッシュレートの他に応答速度という画面の色が別の色に変わる時の速さも見ないといけなくて、この液タブは応答速度が11ミリ秒でゲーミングモニターよりも遅いので、動きの速いゲームで遊びたい人は普通のゲーミングモニターを使うのが良さそうです。応答速度は普段使いなら16ミリ秒以下、お絵かきなら35ミリ秒以下で快適に使えるみたいなので、お絵かき用の液タブとしてはとても優秀だと思います。次はペンの書き心地がどれくらい変わるのか、お絵かきアプリのクリップスタジオでチェックしてみます。最初に軽く試し書きしてみましたが、書き心地は液タブの中ではかなり書きやすい方だと思います。音荷重が 3g、筆圧感知は 16,384 で、ペンを軽く置いただけでも反応するし、強めの筆圧も途中で頭打ちにならずに最後までちゃんと認識してくれるので、線の太さや色の濃淡のコントロールもしやすいです。線をゆっくり斜めに引いた時になみなみする感じも全然気にならないし、カーソルのズレもほとんどなくて、端の方のボタンも押しやすいです。大画面の液タブは画面のガラスに厚みがあって、画面が少し奥にへこんで見えるので、ペンを大きく傾けるとカーソルが少しずれて見えることがありますが、普通に使う分にはほとんど気になりませんでした。カーソルの見え方は画面を見下ろす角度でも変わるので、ずれて見えるときは設定アプリでキャリブレーションするといいと思います。画面のリフレッシュレートが上がって、線の表示速度が最大 175% 向上しているみたいなので、普通の液タブと書き比べてみましたが、確かに線の表示がスムーズになっている気がします。ハイスピードカメラでスロー撮影すると分かりやすいですが、普通の液タブは線が書かれる時に少しコマ落ち感があって、ペンを早く動かした時に描画が追いついていない感じがありますが、この液タブは線が表示される時のカクつきや遅延が少なくて、そのおかげでスムーズに書かれているように見えます。ペンの認識速度は今までと同じくらいなので、ペン入力の遅延が少なくなるというよりは、ペンを動かした後に線が表示される時の見え方が普通の液タブよりもスムーズに見える感じだと思います。線の描画が滑らかで、普通の液タブよりもさらさら気持ちよく書ける気がします。XP ペンの液タブはお店でお試しできるので、気になる人はお店で普通の液タブと見比べてみてください。ここからはイラストメイキングをご覧いただきながら、この液タブのいいところ、気になるところを話します。いいところは画面の性能がちょうどいいところです。液タブでお絵かきするときは、なるべく画面が大きい方が自分の手で画面が隠れにくかったり、キャンバスを大きく表示できて描きやすくなりますが、これ以上画面が大きいと手を動かす範囲も広くなって疲れやすくなるので、大画面の液タブは個人的に24インチくらいが一番描きやすくてちょうどいい大きさだと思います。画面の解像度もこのくらいの大きさだとフル HD はドット感が目立つし、 4K は UI を拡大しないといけないので、ドットバイドットで使いたい人は 2.5K くらいがちょうどいいと思います。色深度が8ビットで10ビットのモニターと比べると表示できる色数が少ないですが、今のところほとんどのお絵描きアプリが8ビットまでしか表示できないので、イラスト用途なら8ビットで十分だと思います。解像度や色深度が高いとその分価格も高くなるし、
し、イラスト用途だと性能をちゃんと活かせないので、お絵かきにちょうどいい性能で価格が安いところもいいと思います。画面の発熱もほとんどないし、ファンレスで静かなので、とても快適にお絵かきできました。アーティストプロ24は画面がもっと綺麗な 4K バージョンもあって、そっちは色深度が10ビットなので、お絵かき以外に写真や映像のカラーグレーディングもやりたい人や、普段 4K のモニターを使っていて 2.5K だと画面が荒く見える人は 4K の方を選ぶと良さそうです。気になるところはパソコンの設定によってはお絵かきアプリがリフレッシュレート 165Hz で動かないところです。これは液タブの問題というよりアプリの問題だと思いますが、パソコンに液タブ以外のモニターをつないでいて、そのモニターのリフレッシュレートが 60Hz とか低い設定になっていると、お絵かきアプリがその設定に引っ張られて 60Hz で動いてしまうので、せっかく高性能な液タブで描いているのに線やカーソルがスムーズに表示されないことがあるのが気になりました。なのでこの液タブを使うときは他のモニターのリフレッシュレートも 165Hz 以上にするか、他のモニターを消して液タブだけ使うようにすると、お絵かきアプリがちゃんと 165Hz で動いてスムーズに表示されると思います。この液タブ自体はとても描きやすかったので、お絵かきアプリがリフレッシュレートの高い液タブにちゃんと対応してくれると嬉しいです。この液タブに向いている人は解像度高めのイラストや漫画を大きい画面で快適に描きたい人や、メインのモニターとしてお絵かき以外にも使いたい人に良さそうな液タブだと思います。24インチの液タブはかなり大きくて他のモニターが来づらいので、お絵かきしない時に普通のモニターとしても使えると助かるのですが、この液タブはリフレッシュレートが高いおかげで画面のちらつきや残像が少なく目が疲れにくいので、メインのモニターとして普段使いしたい人にも良さそうな液タブだと思います。リフレッシュレートの高い大画面の液タブは今まで何十万円もして買いにくかったので、高性能なペンや左手デバイスがついて10万円台で買えるのはかなりコスパが高いと思います。価格と性能のバランスが良くて完成度の高い液タブだと思うので、高性能な大画面の液タブを探している人はよかったら参考にしてみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の概要欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。